今回の相棒はこちらです。あるパスタにちなんで名前を付けました。わかりますか？フィットチーネ。正解です。長いな、過去一長い名前を付けたんですね。くんでもちゃんでもなくフィットチーネでいきたいと思います。フィットチーネよろしく。熊本ナンバーフィットチーネよろしくね、今日一日。熱々だ。いただきます。おにぎりの手作り感満載。卵がプルンってした。卵スパムより分厚いよ。塩気も抜群。スパムに塩気があるだけで、おにぎり自体は普通に塩むすびとかではない。確かに。これ1個いくら？400円。あとの変わり種は480円とか500円とか。シンプルが一番いい。ということで皆さんおはようございます。おはようございます。現在沖縄県を旅している寺田夫婦です。石垣島にやってきております。はい。ちょっとりょうくんの方が喉枯れがひどくあんまりおしゃべりできませんけれども、石垣島を観光していきたいと思います。いつもより落ち着いたしゃべりになると思います。いつも落ち着いて大人びてるって、そうそうそう。ありがとうございます。はい、ということで今回はレンタカーを借りて1日かけて石垣島を回っていきたいと思います。グルメだったりとか絶景スポットを巡りたいと思っております。ちょっと天気の方が曇り空で、雨は降りそうにはないんですけど、ちょっと海とかはあまり綺麗には見えないかと思いますが、これも島ならではの天候だと思いますので楽しんでいきたいと思います。レンタカーの方は私たちが宿泊しているお宿の方でレンタカーサービスもありましたので、そちらでお借りしたところちょうど新春サービスの時期らしくて、すごく安くでレンタカーを借りることができました。8時間借りて3500円でいいという、とてもありがたいです。このフィットチーネくんと一緒に今日は石垣島を巡っていきたいと思いますので、どうぞ最後まで見ていただけると嬉しいです。それでは今回もよろしくお願いします。それでは皆様を石垣島観光のフィットチーネツアーにご同行していただきたいと思っております。本日ガイドを務めます寺田夫婦の妻こと亜美でございます。そして運転手はちょっと喉が不調の良生こと良くんでございます。よろしくお願いいたします。本日も安全運転で参りますので、どうぞ皆様シートベルトをしっかり着用しお願いいたします。旅するのは俺たちだけなんですけどね。本日の石垣島の天候は1日曇りとなっております。湿度は 20%、最低気温は15度、そして最高気温は19度となっておりまして、昨日より最低気温マイナス1度、最高気温マイナス3度とちょっと肌寒い気候となっております。ちょっと上着が必要かなということで、私たちも長袖の上に羽織を持ってきております。なかなかスムーズな進行ですね。そうですね。もう1日分喋り倒した感覚でございます。今回の目的は、車でしか行けないところに行きたいということで、今石垣島離島ターミナルの近くに滞在してるんですけど、石垣島離島ターミナルの周辺に飲食店とかもすごく集まっているので、基本はそちらの方でホテルに泊まりながら食べ物食べたりとかはしようと思ってるんですけど、北部の方は車でしか行けないので、今回は北部に一気に行ってそこからどんどん南下していきたいと思っています。ちょっとね、昨日の竹富島がすごく天気良すぎて、ほんと晴れた日に行けなかったのかって思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、一応今日から下り傾向ということで、そうね、逆に今日が一番ベストなんじゃないかなってことで、も竹富島からそのまま石垣島をもう車で回るっていうような計画にしました。ちょっちゅね。帰るまで天気はあんまり良くなさそうなんです。最初に行くのは石垣島を一望できると聞いている。読み方は分かりませんが、野原の野に底という字で、とりあえず、展望台に行きますでそこから10分ぐらいで登山ができる場所みたいです。野底岳っていう岳です。18キロ38分ほどで到着いたします。いやフィ
フィットチネ君走りやすくてめっちゃありがたい。実際りょうくんはフィットチネじゃない、フィットに乗ったことあるんだっけ？前ホンダに乗ってたから K に、その時台車で借りたのがフィットチネで。フィットチネじゃないだろこいつじゃないだろ。で全く同じ色のやつを乗ったかそうやじゃん。らすげえ発進とか楽だもん。りょうくんの初代の車はホンダのライフだったからね、今となってはトヨタ信者みたいになってますけど、昔はホンダに乗ってることが多かったね。そうですね。はい、私は結構いろいろ乗りましたよ。日産やらトヨタやら2社です。いろいろとはいい何いろいろとはフィットチネ君の走りはいかがですか？じゃあいいですね。めっちゃいいですか？その古くてもこんなに走るんだなって。もう10万キロ走ってるし。10万キロ？ああ、離島感があるってよりかはちょっと秘境っぽい感じもありますね。そう、畑がいっぱい広がってんなっていう印象。ここでちょっとした石垣島の豆知識を。はい。石垣島はそもそも農業と第一次産業が盛んだそうです。サトウキビとかパインアップルをはじめとする亜熱帯農業、石垣牛が有名なんですけど、石垣牛の生産やマグロ漁、沿岸漁業などの第一次産業が盛んです。あとはマンタやウミガメが見られる海ということでも日本有数の人気を誇っているということみたいです。いうのかは全く分かんない。切り落としてる。めっちゃでかい。おー。バナナの木だこれ。竹富島もやったけどバナナの木は普通に生えてるレベルで結構生えてたね。目の前に海が見えてまいります。どうぞ前方にご注目くださいませ。曇っててもやっぱ水色は水色だね、綺麗だよね。だいぶ石垣島の半分ほどまで行きました。端から端まで1時間ぐらいで行けるってことか。それぐらいだよ。石垣島の面積は約222キロ平方メートルで、沖縄本島西表島に次いで3番目の大きさです。沖縄県全面積の4分の1ぐらいだそうです。まもなく着きます。野底マーペ登山口。車いるね。いるね。意外といるね。これがこんなんだ。じゃあこちらに車を止めてから歩いていきたいと思います。はい。無理じゃない？無理だよきっと。こんなとこから登るの？めっちゃ登山だよ。行けんのかな？先に行った人たちについてみるか。思った以上に過酷だった。めっちゃ登山じゃん。でも意外と近いのかな。10分ぐらいって言ってたから。車がいないってことだけ安心だ。ね、お邪魔します。自然の皆さん。ハブとかヒルとかはいるらしいぞ。気をつけないと。ちゃんと靴下あげといて。普通にこれいけるの？ちゃんと運動靴じゃないとね。登山靴でもいいと思う。すごい道行くね。すごいね。前に人がいるからいいけど。2人だけだったら不安だった。おお、めっちゃぬかるんでます。気をつけろ。このところも普通にある。林の中を行く。ようやく山頂までやってきました。よいしょ。疲れた。おお、すげえ、本当に見渡せる。すごいけど暑いね。軽々しく登れる山じゃありませんでした。軽い気持ちで来るもんじゃないわ。すごい。でもめっちゃ綺麗。向こうが端っこなのかな。
綺麗なのは間違いないですが結構大変です。普通の靴とか私服で絶対サンダルは無理な場所です。夫婦は無事に帰還しました。はい、野底マーペ登山道入り口、ここから登山できますが、ぜひ島で登山をしたいという方はちゃんと装備をして、一番はハブとかね、そういうのは心配だと思うので装備をして来られるといいと思いますが、あまり簡単な気持ちで登ると大変なことになるのでお気をつけください。僕たちみたいに苦労することになります。結構軽装で来られてる方も後から来てましたけど、思ったよりも過酷でした。初めてでした。あんなにジャングルのような場所を登山したのは。まあよく言えば石垣の自然を存分に感じたって言えばいいのかな。存分に楽しみはしました。意外と人もいたからびっくりした。おかげさまで靴もめっちゃ汚れてすごく悲しい気持ちになりましたでこれから一気に北の方まで移動していきたいと思います。まもなく平久保崎灯台に到着します。はい。頭めっちゃグワングワンになりながら寝てたけど。なんかビトチンレ君静かだからかもしれんけど。ねえ。わからんけどめっちゃ眠りました。すいませんね。ここからは運転交代するのでね。はい。眠くなるはず。俺も眠かったよ。やっぱさっきの山登り。体力一気に使ったんか。到着しました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。大体5台ぐらいか。よかった、トイレもあって。それでは平久保崎灯台入り口です。登っていきましょう。はい。大丈夫ですか？足が上がんなくなってる。足をしっかり上げて。曇りだけど綺麗だよ。曇りだけど綺麗と言っています。あと上着持ってきなかったら死んでたね。あと上着持ってきてなかったら死んでたねと言っています。通訳しなくていいから。通訳しなくていいから日本語を日本語に訳してるっていう。めっちゃ青いというか、綺麗ね、本当。綺麗だね。これが石垣島の端っこ。最北端だね。最北端。広い。広い。こっち側やっぱ島の手前は水色で、向こうは青くなるんだね。こっち側はね、なんでなんだろう。見え方が全然違う。こっちとこっちでは全然海の色が違う。寒いけどすごいなんだろう、芯から冷える寒さではない。暖かい空気。綺麗だ。わあ、すごいね。ところどころに家が見えます。最北端の地を出まして、次はお昼ご飯を食べに八重山そばを食べに行きます。ここから13キロ20分ほど運転も変わりまして運転したいと思います。お願いします。大丈夫ですか？隣で死んでいます。風に当たると結構体力を奪われるもんね。ねえ、めっちゃ風強いね、やっぱ端っこは。ちょっとの間休憩してください。はい、お願いします。はい、これ駐車場かな。ではここで八重山そばを食べましょう。はい、ありがとうございました。はい、じゃあいただきます。いただきます。あったかそう。今日寒いからいいね。いい履いていけますよ。甘いのかなと思ったけど甘くなかった。八重山そばって丸麺なのが特徴らしいです。本当だ、なんかあっさりしてる。本当だね、甘さがなくて醤油の味。2015年に開催された第1回八重山そば選手権の
オリジナルそば汁部門で優勝を果たした一杯です。直営牧場で育てた黒毛和牛、あとは宮古味噌を使ってるんだって。牛肉めっちゃ柔らかい。めっちゃほろって崩れる。大根とか人参、ごぼう、人参めっちゃ分厚い。昆布も入ってます。ちょっと煮物っぽいんだね。早期豚肉が中心だったけど、牛になったからなんかすごく珍しく感じちゃう。確かにすごいいっぱい入ってる。値段以上ぐらいに入ってるお肉が。丸麺で細いからすすりやすい。弾力も程よくあって、温まる。今日割と寒い。めっちゃ寒いって言って入ってきた人いたね。野菜もお肉も大きめにカットしてあるから、田舎料理の本当煮物って言ったけどそんな感じがする。ね。このスープがなくなり次第終了って書いてあったから、あんまり遅い時間だと不安なので早めがいいと思います。ごちそうさまでした。めっちゃボリュームがあってお腹いっぱいになりました。スープは最後によくちゃんと飲むとお味噌の味もしっかりして、麺を食べながらスープも一緒に飲むと、または牛肉と一緒に絡めて食べるとより美味しいのかなと思いました。今から鍾乳洞に向かいます。サビチ鍾乳洞を2分で着きます。ちょっと道を戻ります。海に向かって伸びてる鍾乳洞があるということで、つまり鍾乳洞を抜けたらその先は海と。そう、距離はかなり短めな鍾乳洞らしいんですけど、ちょっと石垣島の思い出に立ち寄ってみたいと思います。海へ抜ける日本でも珍しいサビチ鍾乳洞でございます。入場料大人に1200円って書いてたね。それでは行ってきます。行ってきます。それではジュラシックパークにめっちゃじゃ鍾乳洞です。皆さんもお連れいたしましょう。カラスがすごい飛んでる。すごい雰囲気やばい。怖い。ちょっと怖い。5、6分でビーチまでは行けるらしい。わあ、すごい。なんか今までの中でも一番雰囲気があるんだけど。水も流れてる。わあ、すごい。人もいないからか余計に神秘的な感じでね。ホライモリかオオウナギか稀に見ることができるって書いてある。皆さんそうですね。そんな一瞬で出てくるわけないじゃん。お酒が展示してある。鍾乳洞だからちゃんとポタポタと水滴が落ちてくるね。ここが最後です。めっちゃ低い。海岸が左で、右も海岸なんだけど、パワースポットがある場所。こっちに行く？こっち行く？右から行こうか。すげえ、本当に海だ。この先きのこ岩で2022年7月1日にリリースされた浜崎あゆみの楽曲のミュージックビデオが撮影されました。皆さんご存知ですか？これみたい。ここに降りられるようになってるんだ。干潮の時間は。すごいね。ここまでしか行けないけど、亀見えた。ここに亀さんがいます。ここ。干潮じゃあっちまで行けるんだね。あそこをこう通っていけるらしい。同じ動きしてる。みんな。
くりして出ていたんだ。めっちゃびっくりしてたけど、一瞬なんか突っ込んでくるんじゃねえでちょっと焦った今。3回ぐらいバウンドしてたよ。よかった。よかったね。ちょっと沖縄に来てイノシシしか見てないんですけど何かのご縁でしょうか。イノシシ年が迫ってるよというお告げだったということにしましょう。到着しました。パーラーぱぱ屋です。あいや。いただいてます。ご報告。サトウキビを使ったジュースが売られてました。サトウキビも加工してなんかね熱で、どうやって加工してるのか分かんなかったけど、炊いてるような感じだったかな。美味しいね。ちゃんとパインの果汁感も残しつつ甘さはすごく優しくて、なんかミックスされてるのかも分かんないけどね。パインだけじゃなさそうな。パインジュースをベースに優しい甘さがつむ。わあこれいいね。夏ドライブに来たついでにね、黒糖が入るとこんな風になるんだ。美味しい。美味しいね。この周辺にも観光スポットとして伊原ビーチというところがあるんですが、この天気なのでもう一気に南の方まで行きたいと思います。はい、この辺は本当サトウキビがめっちゃざわわざわわですね。来たよ。元気出してみるみる本舗だよ。よくんの大好きな牛さんだよ。大好きとは言ってないけどね。ああ、これ天気良かったら綺麗だろうね。もうね、めっちゃ雨になったね今日は。本当だ。海見ながら食べられるようになってるんだ。こう車もいるね。ね、結構人気だねお店が。じゃあお疲れ様でした。ありがとうございました。はいいいね、外でも食べれるんだ。うん。人気だね、本当なんか。めっちゃ人気。いっぱい人いる。わあ、天気良かったら超最高じゃない。ねえ。石垣島のこの特有のこう開放感のある景色を見ながら食べられたらいいけど、めっちゃ雨なんでとりあえず食べるか。いただきます。チョココーヒーとピパーチ。濃厚なチョコ。ピパーチ。こんな味でしょう。見た目は美味しそうなストロベリーのようですが。おお。竹富島で香らせてもらった感じのピパーチのまんまだ。ちょっとスパイシーな感じ。甘いの？もちろん甘くしてあるんだけど、結構スパイス効いてる。ストロベリーの甘さでは全くないんです。やっぱ甘みはつけてるんだろうけど、すごい。すげえ滑らかなジェラートだね。美味しい。美味しい。一緒に食べると美味しいかも。これだけだとちょっと刺激的な味、不思議な味です。こちらのジェラート屋さんは沖縄ならではの味がたくさんあって、パインとかマンゴーとかは県産の 100% のものも食べられたりするのでおすすめです。ちょっと車じゃないと距離的には遠いかなと思うので、夏だとビーチ帰りとかビーチに行く前とかに寄って行くのもありだと思います。いや、ここ食べたかったのでよかったです。割と6時半まで空いてるのも石垣島ではありがたいところかなって思います。ジェラート自体がすごく美味しかった。美味しかったね。それでは今日のところはもうこの辺にて日程を終了して、夜ご飯は今日はちょっと外食を控え、惣菜かなんかを買ってゲストハウスでゆっくり過ごしたいと思います。雨でしたが、それなりに楽しめたし行きたいところは行けたので、大満足だったと思います。もう10分ぐらいでターミナル付近までは行けるみたいなので、一周回ってみて結構コンパクトだったなという感じがしました。そんなにアップダウンも激しかったわけではないから運転もすごくしやすくてドライブにはいいなって思いました。
した。道も綺麗なところが多かったからね、走りやすかったすごく。それでは今日は照田夫婦石垣島ツアーにお越しいただきました。皆様ありがとうございました。運転手俺だったけど、ガイド兼運転手亜美、乗客両生がお届けしました。今回の旅も参考になったよって方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。寺田夫婦でした。さようなら。あまり名を呼べないまま終わってしまったから最後に呼ばせていただこう。だだろう、組んでもちゃんでもないと。フィットチーネだ。フィットチーネだ。またどっかでお会いしましょう。これからもフィットチーネで生きていけ。ありがとうな。じゃあ我が家に帰ろう。今日までです。こちらは。はい、ありがとうございます。知識を。ありがとう Google さん。本当農業が盛んっていうのはわかるかも。結構畑多いね。石垣島産コーヒーなんかもありますよ。いかがでしょうか。今見つけたよ。